ローマ帝国は5世紀に滅亡したと多くの歴史書には書いてあるでしょう。しかし中世まで続いたローマ帝国に生きた何百万人にとっては驚きのはずです。この中世ローマ帝国は今ではビザンツ帝国と呼ばれていますが、紀元330年に始まりました。初代皇帝でキリスト教徒のコンスタンティヌス一世がローマ帝国の首都を古代ギリシャの町ビザンティンの地にあるコンスタンティノープルという新たな都市に移したのが始まりです。410年、西ゴート族がローマを侵略し、帝国の西側の領土は異民族に征服されましたが、コンスタンティヌスの治める東側はローマ皇帝の統治下にとどまりました。それから11世紀もの間、代々の皇帝によって治められました。古代ローマ帝国とつながりがあったことで、近隣諸国よりも優れた技術や芸術を持っていたビザンツ帝国は彼らを野蛮人とみなしていました。9世紀、辺境の向こう側から訪れた者たちはコンスタンティノープルにある宮殿の優美な石のアーチやドームに驚きました。皇帝の玉座の両側には黄金のライオン2匹が鎮座し、隠されたオルガンがライオンをうならせると来客らがひざまずくほどでした。周辺の黄金の木々では黄金の鳥が鳴いていました。中世ローマの技術者たちは水圧機関を利用して皇帝の玉座を水中に持ち上げていました。古代ローマ文化を受け継いだものは他にもあり、例えば皇帝の衣服である伝統的な軍服やトガなどがあります。また法廷ではローマ法が使われていました。労働者階級のビザンツ人も古代ローマ人の労働者階級と似たような暮らしを送っており、多くは農耕や専門の職業に励んでいました。例えば陶芸や革加工、漁業、機織り、絹糸の製糸などです。しかし当然ビザンツ帝国も古代ローマの栄華に寄りかかっているだけではありませんでした。芸術家たちは壮大なモザイクや華麗な大理石彫刻を制作しました。建築家たちは数多くの教会を建てました。その一つはアヤソフィアと呼ばれ、ドームがとても高いため天国から鎖で吊るされていると言われたほどです。帝国からはアンナ・コムネナなどの優秀な知識人も輩出されました。アンナは12世紀の皇女で哲学と歴史に人生を捧げていました。父親の治世に関する彼女の記録は歴史家たちが第1回十字軍の際のビザンツの政治史を知る上で重要な情報源になっています。別の学者、数学者レオンは今のギリシャとトルコに広がる帝国にのろしによる通信網を走らせました。700km 以上に及ぶこの通信網は国境で敵軍を発見してから1時間以内に帝国の端にいる皇帝まで知らせました。しかしこのような進歩も帝国を永遠に守ることはできませんでした。1203年、フランスとベネチアから派遣された十字軍がアレクシオス・アンゲロスという男と取引をしました。彼は退位させられた皇帝の息子であり、十字軍に莫大な富と叔父から王座を奪還するための協力を約束しました。アレクシオスは帝位を継承しましたが、その1年後、市民が反旗を翻し、彼は退位させられた後に殺されました。不朽だった軍は怒りの矛先をコンスタンティノープルに向けました。膨大な数の火を放ち、古代と中世の芸術品や文学が無数に破壊され、人口の3分の1は家を失いました。ローマ帝国のミカエル・パレオロゴスにより、町は50年後に元の姿を取り戻しますが、十字軍に征服された領土のすべてを取り戻すことはできませんでした。1453年、オスマン帝国の皇帝、征服者、メフメトがコンスタンティノープルを占領し、ついにローマ帝国に終結が訪れました。オスマン帝国の征服にもかかわらず、東地中海沿岸のギリシャ語を話す居住者の多くは21世紀初めまでずっと自分たちをローマ人と呼んでいました。実はビザンツ帝国という言葉が初めて使われたのはルネサンス時代になってからのことです。西ヨーロッパ人にとってルネサンスとは古代の知識と再びつながることを意味するものであり、中世ローマ帝国の存在が古代とのつながりを失わなかったヨーロッパ人の存在を示したことで、彼らは時代に明確な境界線を引きたかったのです。ラテン語圏で非キリスト教の古代ローマ帝国とギリシャ語圏でキリスト教の中世ローマ帝国を区別するために、学者たちは後者をビザンツ人と名付け直しました。このように滅亡から100年を経てビザンツ帝国が誕生したのです。オスマン帝国に関するこのビデオでもう一つの帝国の攻防を探ってみよう。さらに
チャンネル登録して毎週新たな学びと出会いましょう。